どうも、わがつくです。すいません、ちょっと体調不良でした。ちょっと熱が下がらなくてね、年を感じるこの頃になってます。今回は琥珀糖の乾燥の様子をお見せしていこうかなと思います。これが材料ですね。ちょっと次回からこういう風に材料を書いてで分かりやすくしようかなと思います。寒天はいつものようにイオンの粉末寒天を使います。寒天の種類は棒寒天、角寒天とかあるんですけど、今回は再現しやすいように粉末寒天します。砂糖はグラニュー糖を使用してます。で、お水はこちらですね、200g 用意します。でまずはグラニュー糖、砂糖ですねを測っていきます。グラニュー糖は 150g です。で次にお鍋にお水と粉末寒天 10g ですね。今回 10g って書いてるんですけど、2包み使っているので 8g ですね。 4g が2つになっています。すいません、ちょっと表記ミスになります。寒天は一度沸かして5分ほど煮込みます。こうすることによって水の中に寒天が均一に広がっている状態っていうのができます。で、砂糖を3分の1だけ入れます。でこれは、砂糖を入れない、この後寒天液をこすんですけど、こした時に砂糖を入れないと固まってしまうからですね。ただ全て入れてしまうと、今度砂糖の粒子が残ったりすることがあるので、一度ここで3分の1の砂糖だけ入れています。お家でやるときは多分これはめんどくさいのでやらなくていいと思います。この後の作業は砂糖を入れて、あとは煮込むだけになってます。で、琥珀糖の由来とか歴史っていうものなんですけど、琥珀糖っていう琥珀っていう名前はもともとクチナシの実を入れて黄色く着色してたんですね。それが、琥珀に近いものっていうので琥珀糖っていう名前になってます。時代背景としては江戸時代に開発されました。和菓子っていうのは、奈良時代とか鎌倉時代とかそこら辺からあるものも多いんですが、基本的には江戸時代でいろいろと文明開化じゃないですけども、和菓子の種類が増えたことが多くなっています。なのでその江戸時代の時に開発されたお菓子って言われてます。日本の文化なので結構諸説ありっていう形ではあるんですけど、で今火をパシュパシュっとやったのは表面の泡を潰しています。1日置いたものがこちらですね。でこれをきれいに切っていくんですけど、今回量が少ないです。なので包丁で切っています。ただ、和菓子の現場っていうものではこれを包丁じゃなくて糸で切ることが多いです。じゃあなんで糸で切るのって思うかもしれないんですけど、糸で切ると切った面に筋が入りにくいです。包丁で切るとどうしても筋が入ってしまいます。なので糸で切ることが多いです。多分今だと
大福とかを糸で切るっていうのが多いと思うんですけど、あの感覚で僕たちも現場では糸で切ります。で琥珀糖を乾燥させていきます。琥珀糖を乾燥させる時はこういうふうにクッキングペーパー、キッチンペーパーをぐちゃぐちゃにした上に置くとくっつきにくくなります。なのでこれおすすめなんでぜひやってみてください。乾燥させる時は冷暗所になってます。でこれが翌日の様子です。この状態だと表面は乾いているんですが裏面が乾いてないので全てひっくり返していきます。多分この様子からくっつきにくいっていうのが分かってもらえると思います。くっつきにくいっていうかムラがなくなるっていう感じですね。でこれが5日間乾燥させたものになります。表面が砂糖が透過してシャリシャリっとした状態で中は、半生みたいな状態ですね。でここからちょっと中を割って中が透明なのを見てもらいます。この後ちょっと食べるんですがシャリシャリという音がすると思います。結構 ASMR の動画とかで琥珀糖を食べてるのが多いんですけど、あれはちょっと乾燥させすぎかなと思います。本当だと表面がシャリシャリっと薄い皮ができて中がプルンとした状態っていうのが琥珀糖だと思ってます。ここからは前回の動画の紹介 VTR になります。ちょっと見てる方も多いと思うんですけどまだ見てない方に紹介したいと思います。この動画は、5月5日の子どもの日に食べるちまきの動画になっています。ちまきを作った動画になっています。結構ちまきって関西の文化で食べることはあったとしても作ってる様子を見ることがないのかなと思って今回動画を作ったので、もしお時間あればよければ見てみてください。一応いぐさを煮戻す状態からやってるので、和菓子の現場ではこういったことが作業としてやられているっていうのを見てほしいと思って動画を作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回を見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価いただければ嬉しいです。